レミリアとフランの人生相談第8回始まりました。みんなこんにちは。では早速1通目。お相撲さんはどうして土俵で塩をまくんですか？見てる人を盛り上げるためにやるんだよね。豪快に塩をまくと見てるこっちも気持ちいいもん。それもあるけど、本来は土俵を清めてるんだよね。お相撲は農作物の収穫を占うお祭りの儀式として行われてたから。織田信長も相撲好きだったみたいだよね。最後まで勝ち抜いた人を家臣として飯食えてるし。ちなみに力士が撒いてる塩だけど、東京場所は博多の塩を使ってるんだって。博多園業の2代目社長が相撲協会に売り込んだらしいよ。でもどうして塩をまくと清めることができるんだろう。玄関先とか神棚でも見たことあるけど、何か理由あるのかな？古事記にあるんだけど、イザナギがみそぎ払いしたことに由来するそうだよ。イザナギの妻ってイザナミなんだけど、火の神かぐ土を産んで死んじゃうんだ。死んだイザナミは黄泉の国、いわゆる死者の国へ去るんだけど、愛する妻を追ってイザナギも黄泉の国に行くんだ。ところがなんやかんやあって変わり果てた妻を目撃したイザナギはイザナミから逃げ出すんだ。やっとの思いで黄泉の国から逃げ出したイザナギは、なんて汚らわしい国へ行ったんだと思って川で身を清めるみそぎを行ったんだ。身を清めることで汚れを払ったんだね。このみそぎによりみんなも聞いたことがあるアマテラス、つくよにスサノオが生まれてるんだ。イザナギのみそぎが由来だったんだね。でも山中に暮らす人たちは簡単に川や海に入ることができない。そこで海の結晶、塩を使ってお祓いするようになったのね。現代でもお祭りで水をかぶったり海に入るお祭りあるよね。そうだよ。科学が発達していない昔の人たちは死を恐れたんだ。病気とか死は邪気の仕業って考えたんだよ。そして神道では死そのものを汚れとして捉えたんだ。このように汚れは外からやってくる。だから普段の生活に戻るため塩を使って汚れを払ったんだね。神道ではお葬式に出ると汚れを家に持ち込まないよう体へ塩をかけるよね。仏教では亡くなった時点で成仏すると考えるからこんなことしないけど、日本は神仏ってあまり区別しないもんね。気をつけてほしいのは、除霊や悪霊を退治するためにお祓いするってことじゃないんだ。さっき言ったように、もともとは汚れを取り除き、人間本来の体を取り戻すことがお祓いなんだ。ちょっと不思議な話に聞こえるだろうけど、僕たちは神様から正常な心と体を授けられてるんだ。ところが、日々の暮らしで知らず知らず汚れていく。中には自覚して汚れていく人もいるけど、やっちゃいけないことと知りつつやる血だらくな行為って罪悪感やスリルがあって楽しいもんね。お姉ちゃんはそれを自覚しながらやってるからたちが悪いんだよ。僕は吸血鬼だからいいの。それにもともと汚れてるからもう汚れようがないんだよ。すごいでしょ。それをへりくつっていうの。とにかく塩は除霊のために使うんじゃないってこと。神社で霊とか除霊云々って話し出したら詐欺に遭わないよう気をつけてね。わかった。では2通目いくよ。私は喫煙者なのですが、どんどん肩身が狭くなります。ついには出社1時間前の喫煙を禁じられてしまいました。そこまで会社に制限される言われはないと思うのですが、どう思いますか？仕方ないんじゃない？確かに吸ってる側からすればやりすぎって感じるかもね。はじめは喫煙者のマナーが悪いからって感じだったけど、今では健康問題として扱われてるもんね。例えばタバコから出る煙や喫煙者が吐き出す煙にも有害物質が含まれてるよね。受動喫煙って言うけど、本人が吸わなくてもヘビースモーカーの夫を持った女性って肺がん死亡のリスクが2倍になるとか、日本では受動喫煙で年間1万5000人が死亡してるとか。最近では三次喫煙っていうのもあるよね。タバコを消しても残ってるニコチンなどを吸入することを言うんだ。タバコを吸った本人の髪の毛や衣類、部屋、カーテンなどにニコチンなどの化学物質が残留し、それが汚染源となるんだ。本人は気づいていないだろうけど、タバコを吸えばすぐわかるくらい衣服へ匂いって残ってるよね。喫煙所って隔離されてるけど、そこだけ匂いが異常にきつかったり、生鮮品を扱ってたり客商売のところはこれからもっと制限されそうだよね。健康問題として扱われている以上仕方ないよ。だって正論として返す言葉がないんだもん。タバコを作ってる会社そのものが喫煙はリスクを伴うって認識してるし、まあ僕は吸わないからどうでもいいけど、ちなみに僕の部屋の中では絶対吸わせないから注意してね。
それでは今回はこの辺で終了。また次回も質問待ってるよ。バイバイ。